皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手 USCL 買収をバイデン大統領が阻止すると表明したことについて解説していきます。日本企業をアメリカ企業が買収するといった話については、結構すんなりと話が進んでしまうわけですが、アメリカにおいては安全保障上問題があるとすれば、かなり買収を阻止することができます。ただし、日本とアメリカは友好関係にあり、決して敵対関係にはありません。中国企業がアメリカ企業を買収するのとは異なり、日本に対してはそのような安全保障を理由とした買収措置といったものは筋が通らないものとして、日本の各種報道機関などは反対の社説などをどこも挙げているような状態です。そして、そもそも敵対的な買収ではなく、買収される側の USCL もまた日本製鉄による買収提案を受け入れており、会社同士の話し合いではすでに前向きな話として進んでいたのです。しかし、バイデン大統領はこれを阻止しなければならない理由がありました。まず第一に、全米鉄鋼労組はこの買収に反対しており、買収を認めるようなことがあれば、民主党にとって鉄鋼労組全体が敵になる可能性があります。そして、買収に向けた動きがあると公表された段階において、バイデン大統領とその当時大統領候補であったトランプ氏双方がこの買収に反対する意向を示しました。トランプ氏が MAGA、メイクアメリカグレーターゲン、アメリカ国内の製造業を復活させ、アメリカの雇用を守るという話をしていましたから、その話題との絡みにおいて、アメリカを代表するような有名企業が他の国に買われるといったことは、これは何としても防ぎたいという意向が示され、政治的に USCL の買収を日本企業が行うことが感情論として全く否定されてしまったのです。もしもこの段階において日本製鉄による買収提案が USCL にとっても良いものだから認めるというような発言をしてしまえば、それは全米鉄鋼労組だけではなく、アメリカのその他の産業における労働者においても雇用を守ってくれないんだなという悪いメッセージとなりますから、政治的には大きなリスクなのです。また、全米鉄鋼労組だけではなく、アメリカ国内の USCL との競争会社各社においても、落ち目の USCL が日本製鉄に買収されると、強力なライバルに育つ可能性があり、これを何としてでも阻止したいという思いがありました。そのため、他の米国企業からも反対声明が出ていたのです。では、日本製鉄による USCL の買収、何が良かったかといえば、まずは競争力を失いつつある USCL に対して4000億円から5000億円程度の投資を行い、商品価値の高い鉄鋼製品を作れるようにするということを掲げました。また、それに伴って生産量を決して減らさない、労働者についても雇用を守るといったことを約束し、買収されることによるデメリットが全くないということを提示したわけです。ですから、USCL の経営陣も USCL の労働組合においても日本製鉄の提案を受けて買収を受け入れるという方向へ話がまとまっていたのです。そこに来てバイデン大統領の買収措置が発表されたので、USCL の CEO はかなり怒りに満ちた声明を発表しています。USCL の CEO によると、バイデン大統領の判断は恥ずべきもので、腐敗している。重要な同盟国である日本を侮辱しており、このような決定を中国共産党の指導者たちは小躍りして喜んでいるだろうと発言したのです。重要な同盟国である日本といった言葉も出ていますが、ここでなぜ中国が出てきたのか、その点についても触れておきましょう。世界的な鉄鋼業界の戦いというものは現在、中国企業が主要プレイヤーとして上位に君臨しており、アメリカの鉄鋼業界は衰退に追い込まれているところです。例えば、企業の大きさとして見た場合において、粗鋼生産量といったものを基準にして考えると、第1位は中国企業で、粗鋼生産量は1億3000万トン。それに対して USCL の粗鋼生産量は1500万トンに過ぎません。アメリカの鉄鋼大手である USCL は中国企業に比べれば10分の1以下という状況です。そして中国企業は中国国内の需要を満たすだけではなく、世界に対しても安い鉄鋼製品の輸出という構成をかけて
ています。その背景にあるのが中国国内における需要の低下です。例えばその一例として言えるのが不動産バブルの崩壊です。巨大建築物を建てるときには大量の鉄骨なども必要ですから、そういった需要が大幅に減少することにより、生産力はあるんだけども、需要が大幅に減少したことにより、物がダブつくわけです。そのような時に、海外へとどんどんと輸出することによって、生産量をある程度維持したまま、物を作り続けるといったことを行うわけです。こうした動きが強まると、安さだけでも十分にシェアを獲得することができ、体力勝負になると、どうしても弱い企業から排除されていくこととなります。日本製鉄の粗鋼生産量は世界第4位であり、US シールの買収を成功させることができれば、少なくとも順位は一つ上げることができます。そして、バイデン大統領からトランプ大統領へと移行すれば、トランプ氏はものづくりはアメリカで行いという話をして、関税をもっともっとたくさん使うことを発表しています。中国から安い製品が入ってこようとするならば、それに対する関税をより強化してシャットアウトしようというわけです。そうした意味でも US シールを日本製鉄が買収することができれば、アメリカ市場においてもっと物を売りやすくなるわけで、 US シールの再建も十分想定できるわけです。ところが今のままであれば、安全保障を理由として買収阻止といったものが効力を発揮してしまいます。この場合非常に理不尽なのは、日本製鉄も US シールももはや同意しているにもかかわらず買収が破談し、それに伴う違約金を日本製鉄が US シールに払わなければならないといったことが契約上発生しているそうです。買収失敗に伴う違約金は約890億円と言われていて、これは非常に痛いです。そのため、日本製鉄 US シールは共同して今回の買収措置の処分に対して法的措置を取るということも発表しています。ただし大統領権限で認められた安全保障上を理由とした買収措置に関しては、たとえ手続き上において少々の問題があっても覆すことは難しいだろうと言われています。そのため、バイデン大統領からトランプ大統領へと変わった時に、改めてトランプ大統領と交渉ディールを行う必要があると言われています。というのも、トランプ大統領はメイクアメリカグレートアゲン、アメリカにおける製造業復活を掲げていますから、アメリカに対する新規投資は大歓迎という姿勢を示しています。例えばつい先日もソフトバンクの孫正義氏との共同会見を行い、孫氏が莫大な額アメリカに投資するという話をした時に、トランプ氏はこれを大歓迎し、もっともっとお金をアメリカに投じてくれと発言していました。このような姿勢について日本製鉄もちょっと学ばなければならないかもしれません。完全な買収が無理であるならば、なんとか食い込むといったことを想定して US シールに対する出資を認めさせるといったような手もあるかもしれませんし、そうでなければ一層戦略転換してアメリカのもっと小さめの企業を狙ったり、もしくは一層のことを新規に工場建設を考えるといったことも作戦としてはありかもしれません。ただしその場合は US シールを買収するよりも非常に効率が悪く、ビジネス展開する上では不利な条件が多いでしょう。新しく作るといっても実際には現地の受け入れ先が決まるかどうかもちょっと分かりませんし、建設している最中は多額のお金をつぎ込んでいても何も生産できないわけですから、資金効率は非常に悪いものとなります。このようなドタバタ劇は結局のところ、中国の鉄鋼業界にしてみれば混乱を高みの見物できるわけで、中国共産党の幹部たちが大取りし喜ぶというのも US シールの CEO の発言としてちょっと妥当な面があるわけです。ただしここまで一方的にアメリカのバイデン大統領について問題点を指摘しているわけですが、一応バイデン大統領側の意見もご紹介しておきましょう。それは、日本製鉄は日本企業で日本は同盟国です。しかし日本企業は中国でのビジネス展開や中国企業との協力関係を持っているところも多いです。それらに関してアメリカは非常に警戒感を持っているといったことは忘れてはいけません。日本は同盟国ではあるけれども、中国企業や中国共産党との関係がある人物や企業もたくさんおり、し
しかも日本では対スパイ法がない関係で、日本企業経由で中国側へと情報が漏れていくといったことも彼らにとっては一つの懸念点なのです。今回の話で安全保障上の理由だといった話も、暗にそういった話が背景にあることは忘れてはいけません。単純に日本と中国との差もわからないような猛録じじいだというような SNS での書き込みも何件か見るのですが、日本には日本で情報の抜け穴があり、それをアメリカが心配しているということについては、何もこういった買収案件だけではなく、防衛戦略や外交などにおいても大きな見出しにはならないものの、たびたび指摘されていることを忘れてはなりません。そうした意味では、アメリカが文句を言えないように対スパイ法を作って、日本企業から中国企業側へと不正な情報の流出がありませんよといった体制を根拠を持って示すこともまた大事でしょう。そしてアメリカの大統領が安全保障を理由として買収を阻止してくるというのであれば、日本もまた同様にして日本企業を買収しようとする他の国の企業に対して強い買収措置ができるような法律的な根拠があるかどうかについてももっと議論を深めていく必要があるでしょう。外国企業からの資本規制などがかけられている業界は当然あるわけですが、それだけではちょっと心もとないなと思ってしまいます。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひともこの機会に他の方にお勧めしたり、動画の拡散などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。